はようございます。ふみです。皆さん、うすうす思っていませんでしたか？ふみは常にアルコールで水分補給している人間だと。いや、失礼な。これでも私、空間を楽しむタイプなんですよ。特に喫茶店。あの独特の重厚な空気感で飲むコーヒー、最高じゃないですか。実は先日、深夜に喫茶店の歴史を調べていたら、謎のテンションになって眠れなくなっちゃったんですよね。というわけで今日は上野に来ています。皆さんは上野が喫茶店発祥の地だってこと知っていましたか？その中でも王城、古城、岡という3つの喫茶店は上野三大純喫茶と呼ばれています。それは行くしかないですね。今回はこの上野三大純喫茶を巡りつつ、喫茶店の歴史に触れてみましょう。まずやってきたのは上野駅から近いところにある王城。今回私が行った時はすでに大行列で1時間ほど待ちました。めちゃくちゃ人気店ですね。王城は他の喫茶店や IP とのコラボもたまにやっていて、SNS もうまく活用しながら若い層のファンも拾っています。上野三大純喫茶の中で最も人気があるイメージです。以前、純喫茶×サンリオコラボというものがあったんですけど、その時コラボした6店舗のうちの1つがこの王城でした。X のアカウントもあって、めちゃくちゃ美味しそうなメニューの写真が投稿されています。もはや飯テロすぎないか。というわけで席に案内されました。ちょうどランチタイムだったのもあって、ナポリタンとアイスコーヒーのランチセットを注文しました。ちなみにランチは11時からなので、食べたい方はそのくらいの時間に行くといいと思います。ただし、行列に耐えうる体調で行ってくださいね。このお店は1975年創業の50年以上続く老舗の喫茶店です。上野にある天真堂診療所という漢方専門診療所と同じオーナーさんが経営していて、現在は3代目。創業当初からずっと漢方診療所と喫茶店の二刀流です。そのためメニューにも漢方を使った飲み物があります。後で注文してみましょう。アイスコーヒーがやってきました。程よい苦味がありつつもしっかり苦めで美味しいですね。喫茶店のアイスコーヒー、やっぱりいいですよね。私はコーヒーならブラック派でコーヒー本来の味が楽しめるからかなと思ったり。でも一番の理由は人見知りすぎてミルクと砂糖を追加で頼めないからかもしれません。ところでなぜ王城が漢方診療所と喫茶店を掛け持ちするに至ったのか。その理由は上野という土地の特徴にあるみたいです。1950年代後半から60年代の高度成長期、地方の中学・高校を卒業した人たちが集団で都市部の企業に就職する集団就職が行われていました。その際に東北から来た若者が乗った列車の終着駅がこの上野駅でした。埼玉に住んでいた私はよくわかるんですけど、埼玉から東京に出てくるときって上野東京ラインに乗る必要があるんですよね。その上野東京ラインが最初に停車する東京の大きな駅がここ上野駅。東京より北側から来る人間にとって上野駅はまさに玄関口となる駅なわけです。さらに当時の上野駅は国鉄や京成線、地下鉄などいろいろな路線が乗り入れる大きなターミナルでした。そんなわけで上野はかなり利用者の多い駅だったんですが、当時は電車の時間がそこまで正確じゃなかったんですよね。数分遅れることもあれば、時には何時間も遅れることもあったそうです。その時に時間を潰す場所や待ち合わせをする場所が欲しいよねということで、喫茶店の需要が急速に高まりました。だから上野には昭和から続く喫茶店が多いわけですね。そういった流れの中で漢方診療所をやっていた当時のオーナーもその需要を受けて王城をオープンすることにしたんだそうです。そんな話をしているとメインのナポリタンがやってきました。おー、見てくださいよこのビジュアル。厚く切られたマッシュルームとベーコン、玉ねぎとかピーマンも入っていますね。ナポリタンってザ・喫茶店メニューって感じでビジュアルがなんでこう食欲をそそるんでしょうね。もう見ているだけでうまい。というわけでいただきます。うまいな。一言で言うと酸味が少なくてまろやかなナポリタンって感じです。ケチャップの酸味を感じない。
べちゃついていなくて、今までにあんまり食べたことのない感じのナポリタンです。いや、めっちゃうまいなこれ。今までナポリタンって程よく酸味を感じるからこそナポリタンなり得るものだろうと思っていたんですけど、こういうナポリタンも存在するのかとちょっと衝撃を受けましたね。尖りがないからいくらでもパクパク食べられそうな味をしています。ちなみに麺の硬さも私の好みのタイプです。皆さんも一度食べに来てほしいレベルですね。ただ隣の席のカップルがいろんな喫茶店のスパゲッティ食べてるけど、ここのミートソースが一番美味しいって話しながらミートソースを食べていて、めちゃくちゃ気になりました。ここのミートソースそんなにうまいのかよ。次来るときはミートソース決定です。あと SNS を見る感じだとサンドイッチも人気らしく、モーニングの厚焼きトーストも最高って書いてあったんですけど、こうも美味しいメニューが多すぎると結局どれを食べればいいんだ。これはリピート必須ですね。ということでナポリタンも食べ終わったので追加注文しましょう。ここは漢方診療所との掛け持ちなので漢方を取り入れたメニューがいくつかあります。今回は漢方美ジンジャーを頼んでみました。なんだこれ。全くうまく説明できないんですけど、飲んだ時は漢方味を感じませんが、だんだんと生姜のキレのある後味というか、マジでそんな感じです。ベタベタに甘いわけでもないし、めっちゃ不思議な飲み物。レモンを入れると酸味が追加されて飲みやすくなる感じがします。語彙力がなくて申し訳ないんですけど、めちゃくちゃ不思議で面白い飲み物でした。ということで2軒目に行きましょう。上の三大純喫茶の2軒目はアメ横から1本入ったところにある岡というお店です。王城よりも10年以上前の1964年、東京オリンピックが開催された年に開業したお店です。地下1階と2階にあるんですが、地下にあるからちょっとだけ入りづらい雰囲気がありますね。よっしゃ、行ってみましょう。王城は並ぶのが当たり前でしたが、ここはかなり穴場ですね。ガヤガヤしてなくてとても静かです。みんな小声で何かを話している感じで、照明も薄暗くてなんだか大人の空間って感じです。このお店では店内で喫煙している人が数人見受けられました。確かに純喫茶ってタバコ OK なイメージがあるというか、昭和のサラリーマンが純喫茶で時間を潰しながらタバコを吸っているみたいなイメージありますよね。タバコが苦手な方はちょっと気をつけてほしいかもしれません。最近はレトロ喫茶ブームで純喫茶もどこかおしゃれな感じというか今風の雰囲気が漂っている場所が多いですが、このお店の全くキャピキャピしていない感じを見ていると昔からずっとこんな雰囲気だったのかなと思ったりしました。なんかめっちゃ落ち着くなこのお店。王城が開かれた純喫茶だとしたら岡はかなりディープな雰囲気のお店って感じがします。当時はどんな人が来て、どんな話をして、どんな風に時間を潰したのかなとか、いろいろ考えちゃいますよね。さっき食べちゃってお腹が空いていなかったので飲み物だけにします。今日はコーヒーフロートにしました。私、喫茶店に来るとフロート系の飲み物をよく頼むんですけど、いつもクリームソーダフロートを頼みがちで、今日はあえてコーヒーフロートにしてみました。アイスが溶ける前に飲み切りたいんですけど、これが毎回下手すぎて、飲んでいるうちにアイスが溶けてコーヒーに混ざっていくじゃないですか。あれが嫌で急いで飲もうとするんですけど、急ぎすぎてむせるっていう。同じような人いませんか？いたら共感してほしい。ところで、王城にもこのお店にもどっちもピンクのダイヤル式の電話が置いてあったんですけど、よく考えると、これらのお店が登場した1960から70年代はまだスマホもガラケーすらない時代だったわけですし、電話が置かれているっていうだけでも、純喫茶はかなり重宝されていたのかもしれませんね。当時は純喫茶は待ち合わせとかデートにも使われていたらしいんですけど、スマホなしでどうやって待ち合わせするんだろう。家を出てから相手と出会うまで連絡手段ゼロですよ。しかも上野とかいう人がめちゃくちゃいっぱいいるエリアで待ち合わせ。絶対出会える気がしないんですけど。そう考えると今すごい時代ですよね。私、上野駅に来るために乗り換え案内アプリを見たり、駅からこのお店に来るのにも Google マップを見ながら来ましたからね。私はこの恵まれた情報社会でしか生きられない弱い生き物なのかもしれません。
私からインターネットを取り上げたら確実に死にます。とかそんなことを考えたり、ゆっくり本を読んだりしながらしばらく過ごしました。この店静かで落ち着いているので、いくらでもいられてしまいそうですね。ただそろそろ移動しようと思います。ちなみにこのお店のお支払いは現金のみなので気をつけてください。クレカも交通系 IC も許されません。この空間では紙幣と硬貨のみが会計手段として認められています。私はキャッシュレス人間なので無事死にかけました。三大純喫茶最後の古城は王城や丘とは少し離れたところにあります。上野駅の繁華街とは逆側の方向にあるって感じですかね。ここ最初に行った日がちょうど定休日で入れなかったんですよ。古城は日曜と祝日が定休なので皆さんは気をつけてください。私は日を改めてやってきました。こちらは1963年創業の60年以上の歴史がある超老舗の喫茶店なんですが、入り口からしてものすごい味がありますね。じゃあ入ってみましょうか。おー、なんかすごいな。ここ入った瞬間くっそテンション上がった。豪華な西洋風の照明。馬に乗った男性のステンドグラスがあるんですけど、確かにこれ白だわ。下にもステンドグラス。バイオハザードとかに出てくるタイプの白だろう。楽しみですね。ここは王城と丘の間っぽい雰囲気がありますね。丘みたいなディープな雰囲気もそれなりにありつつ、王城のような開かれた空気もある感じがします。お客さんも若い人からサラリーマン、マダムまでいろんな人がいますね。クラシックの BGM に混じって周りの人の話し声が聞こえてきて、なんだか落ち着く雰囲気です。静かすぎる空間よりも少しざわざわしている場所の方が逆に落ち着く現象ありますよね。ここはまさにそんな感じです。王城でナポリタンを食べたので、今日はナポリタン以外にしようと思ってサンドイッチとホットコーヒーを注文しました。三大純喫茶の中でもこの古城は特に高級感があって、内装がまるで王宮の中みたいです。ところで純喫茶ってどうしてこんなに豪華な内装のお店が多いんでしょうか。純喫茶ってステンドグラスやシャンデリア、ベロア生地や革を使った豪華な椅子など西洋っぽい空間が広がっているところが多いですよね。調べてみたところその理由はいくつかあるみたいです。1970年代にエリザベス女王の来日によって貴族はお城の中で優雅にコーヒーを飲むというイメージがついて、西洋への憧れが形になったものがこの喫茶店だとする説。店内を豪華にすることで非日常空間を演出するという狙いがあったという説。当時の日本は西洋への憧れが強くて、ヨーロッパ風の飲食店がモダンおしゃれだよねみたいな風潮があったみたいです。つまり喫茶店は当時の日本人が抱いた西洋への憧れを具現化した空間で、非日常で特別な空間を演出する場所だったわけですね。当時は喫茶店が街の特別な社交場だったので、お店側はコーヒーだけじゃなくて非日常空間そのものを売ろうとしたわけです。ある種のコンセプト飲食店みたいな感じですかね。この古城の創業者の方はヨーロッパへの渡航歴がなくて、このお店の内装はその方の想像の中のヨーロッパのお城を形にしたものなんだそうです。つまり私は今、創業者の想像が具現化した空間にいるわけですね。なんかそんな風に考えるとすごい不思議な気分になりますね。サンドイッチとコーヒーが来ました。いただきます。サンドイッチの卵って2つあるじゃないですか。ゆで卵をマヨネーズで和えたやつと厚焼き卵を挟んでいる方と、これはゆで卵タイプでした。シンプルながら普通に美味しい。ハムとの相性もいいですね。やっぱりサンドイッチ系はパンが柔らかい方が好きです。美味しいな。さっきの話に少し戻っちゃうんですけど、時代が進んで2000年以降はミニマルな内装のカフェが流行り始めます。そのきっかけの一つとなったのは1996年のスターバックス日本上陸。
そもそも1970年以降のマクドナルド上陸に始まるチェーン店文化の到来で、若者の社交場は喫茶店から居酒屋やファーストフード店にだんだんと移行していったわけなんですけど、スタバが上陸したことでシンプルな内装、明るい店内、テイクアウトもできるみたいな、今までとは全く違う新しい喫茶店の形、つまりカフェ文化が到来しました。さらに2000年代に入ると北欧デザインだったりミニマリズムが流行って、純喫茶とは対極にあるシンプルなカフェが爆発的に増えていきました。私もコンクリート打ちっぱなしの空間に観葉植物が置かれているみたいなカフェも好きだったりします。かっこいいですよね。ただこういう純喫茶でしか得られない栄養ってやつは確かにあるみたいで、 SNS を通して若い層からの人気を集めているように、最近はレトロで王道の純喫茶を楽しむ純喫茶ブームが来てるみたいです。シンプルなお店が流行ったからこそ逆に原点に立ち返って、豪華な内装のレトロ純喫茶の魅力が再評価されているわけですね。私もね、コーヒーを飲むんだったらおしゃれな空間でも全然いいんですけど、フロート系の飲み物とナポリタンを楽しむならこういう純喫茶だよなと思ったりしますからね。つまり純喫茶には純喫茶にしか提供できない特別な価値があるってわけですね。定休日に来てしまって出直した甲斐がありました。とてもいい喫茶店でした。そんなわけで上野の三大純喫茶を回ってきたんですが、ここ上野は喫茶店発祥の土地なんです。では喫茶店の発祥となったお店は一体どこにあるのか、そして今どうなっているのか見に行きましょう。アメ横の中を通って移動します。喫茶店の発祥の店は上野というよりは御徒町の方が近いんですよね。こちらが日本初の喫茶店、カヒーサ館の跡地です。日本初の喫茶店はもう潰れてしまって現存していません。現在はこういうちょっとした縦看板みたいなやつしか残っていないんですよね。跡地はローソンになっています。ローソン。せめて建物だけでも残っていたらなぁと思ったりもしなくないんですが、まあローソン便利だしな。このカヒーサ館というお店がどんなお店だったかさらっと。カヒーサ館は1888年、明治21年にテイ・エイケイという日本人によって開業されました。この人は英語だったりフランス語、中国語を話せる国際的な知識人だったそうで、17世紀から18世紀のイギリスなどで流行したコーヒーハウスみたいなものを作ろうと考えて、このお店を開いたようです。そのコーヒーハウスというのは簡単に言うと、知識人たちが集まってコーヒーを飲みながら政治とか経済とか、そういうちょっと難しいことについて議論をする場所だったみたいです。新聞だったりパンフレット、商業情報などの冊子が置かれていて、情報収集ができる場所としても重宝されていたようで、それに倣ってカヒーサ館にも新聞だったり雑誌、書籍などが置かれていました。カヒーサ館は木造2階建てで、1階にはトランプとかビリヤードとかクリケットとか、碁とか将棋とか、様々な娯楽設備が置かれていたみたいです。意識高めのネカフェみたいな感じですかね。そして2階に喫茶室があって、そこでコーヒーを飲んだり、お料理を食べたりすることができたそうです。ちなみにコーヒーは1杯1銭5厘、牛乳入りのラテは2銭。当時は蕎麦が8厘で食べられていた時代だったので、コーヒーは結構な高級品だったわけですね。そんなカヒーサ館は残念なことに開業からわずか4年で廃業してしまいます。料金が高かったこと、コーヒーを一杯飲みながらゆっくりするっていう使い方が当時の日本人には理解されなかったことが原因としてあったみたいです。そもそも当時の日本ではコーヒー自体あんまり飲まれていなかったので、なぜ高い金を払ってこんな苦い汁を飲む必要があるんだ、みたいな気持ちだったんでしょうね。今ではコーヒーを飲みながらゆっくりみたいな時間の使い方がかなり一般的になっていますが、当時の人にとってはあまりに新しすぎたみたいです。さらにコーヒーの値段が高かったので、飲食物の注文をせずに施設を使うような人もいたらしいです。金を落とさずに施設だけ使われたら、
まあこうなりますよね。というわけで日本初の喫茶店はわずか4年で廃業という結果になってしまいました。さて、上野の歴史をたっぷり堪能したところで、私の AP が底をつきました。AP とはもちろんアルコールポイントに決まっています。これ好きな YouTuber が使っていた言葉なんですけど、恐ろしく素晴らしい言葉です。ふみは常に飲んでるわけじゃないって言いましたけど、やっぱり最後はこれでしょう。というわけで、カヒーサ館跡地の近くにあるディスブリューイングさんにやってきました。クラフトビールのブルワリーで中でお酒を飲むことができます。なんておしゃれな内装なんだ。今風のカフェって言われても違和感ないくらいおしゃれです。さっき話したような近代的なミニマルな雰囲気のカフェってこんな感じですよね。でもこういう雰囲気も大好きです。ガラスの向こうにタンクがあって、あそこで醸造しているみたいですね。このお店は入店時にカウンターで先に注文する方式です。私はラズベリーオークというサワーエールを頼むことにしました。ラズベリーを使ったサワーエールに木のチップを漬け込んであるそうです。なんかうまそうじゃないですか。それとチーズケーキも注文することにしました。ちなみに2階席もあって、そっちもめちゃくちゃおしゃれなので、今回はそちらで飲むことにしました。サワーエールが来ました。ラズベリーを使っているからだと思うんですけど、色がめちゃくちゃ可愛いですね。ラズベリーの風味もしっかりあるし、酸っぱさもちゃんとありつつ、さっぱり系の味わいでとっても美味しいです。いくらでも飲めちゃうタイプのビールですね。チーズケーキも最高に美味しいです。チーズケーキといえばこういうのが食べたかったんだよって感じの濃厚な味わいです。で、これ全生命体に知っておいてほしいんですけど、サワーエールってチーズケーキにめちゃくちゃ合うんですよね。酸っぱさと濃厚なチーズケーキが相性最高なので、試したことない方はぜひ。1杯目はこれくらいで2杯目。このスタウトはそこまで苦いという感じではないので飲みやすい方かも。後味の豆の味が個人的には結構好みです。こちらもおすすめですね。帰りに今回飲んだサワーエールの缶を買いました。缶のデザインもめっちゃいいんですけど、袋までおしゃれでいいですね。お家でまたゆっくり飲もうと思います。というわけで今回は上野三大純喫茶を全部回って日本最古の喫茶店の跡地に行って、あとビールも飲みました。上野には他にも古くからある喫茶店がたくさんあるので、喫茶店好きは行く価値のある大変素敵な場所だと思います。皆さんのおすすめの喫茶店があればぜひコメントで教えてほしいです。というわけで今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。